低糖質のお豆腐レアチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のあかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は低糖質のお豆腐レアチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お豆腐をたっぷり使ってさらにお豆腐のようにとても滑らかなレアチーズケーキを作っていきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。お豆腐、クリームチーズ、無糖ヨーグルト、ラカント S、レモン汁、粉ゼラチン、お湯、無塩バター、ビスケット。今回はこちらの材料で作っていきます。まずこちら、お豆腐は絹ごし豆腐を使うようにしてください。そしてヨーグルトは無糖ヨーグルトで、こちらは水切りしていないヨーグルトを使用してください。そして今回低糖質ということで、お砂糖はラカント S を使用していきます。こちらのね、ラカント S は普通のお砂糖やグラニュー糖、またはきび砂糖などね、お好みのお砂糖で代用していただいても OK です。その場合もね、同じく 50g で OK です。そして今回ね、下に敷くビスケットなんですけれども、低糖質ということで糖質が控えめのこちらのビスケットを使っていきます。このビスケットに関しましてもお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そして今回は直径 15cm の丸いケーキ型を使っていきます。こちら底抜けタイプのものを使用していきます。もし底付きの型をお使いの場合は、中にね、クッキングシートを敷いていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにビスケット生地から作っていきます。まずこちらの無塩バターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱しましょう。はい、加熱しました。そしたらね、まだ塊があるのでよく混ぜて、バターの塊がなくなるまで溶かしてください。はい、バターの塊がなくなれば OK です。では続いてこちらのビスケットを細かく砕いていきます。ジップ袋を用意してこの中にビスケットを入れます。そして麺棒を使って砕いていきます。できるだけね、細かめに砕いてください。そうすることで仕上がりが綺麗になります。では砕きます。はい、このぐらいね、細かめに砕いてください。そしたらね、口を開けて溶かしバターを加えます。そしてバターをね、ビスケット全体に染み込ませます。はい、このように全体に染み込めば OK です。そしたらね、今回使う型の中に敷き詰めていきます。ビスケットを入れたら全体に敷き詰めましょう。でこのようにね、ゴムベラを使っていただくとやりやすいと思います。はい、OK です。全体が均一になるようにしっかりと敷き詰めてください。そしたらこちらをね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。続いてフィリングを作っていきます。まずですね、こちらクリームチーズを電子レンジ 600W で30秒加熱します。今ね、クリームチーズは冷蔵庫からすぐ出しの状態で少し硬いので電子レンジで温めて柔らかくします。もし常温に戻した状態でクリームチーズがすでに柔らかい場合は、電子レンジで加熱する工程は省いていただいて OK です。では30秒温めます。はい、加熱しました。そしたらね、ゴムベラで練っていきます。でこの時まだクリームチーズが硬くて練りづらい場合はプラス10秒加熱してみてください。はい、 OK です。このようにクリーム状になるまでしっかり練ってください。では続いてこちらにラカント S を加えます。そしてさっと混ぜましょう。はい、そうしましたら今度は泡立て器に持ち替えてよく混ぜます。ラカントはね、結構溶けにくいのでしっかり混ぜてください。はい、 OK です。シャリッという感じがなくなるまでかき混ぜてください。それでは続いてここにヨーグルトを加えます。そしてよくかき混ぜましょう。はい、 OK です。では続いてここにお豆腐をこのまま入れます。この時にね、お豆腐から水分が出てる時はこの水分は取り除いてください。そしてこの中に入れます。お豆腐を崩しながらよく混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらね、ここにレモン汁を加えます。そしてよく混ぜましょう。
はい、OK です。ではね、この後ね、この生地にゼラチンを混ぜるんですけれども、この生地自体が冷たいとゼラチンを加えた時につぶつぶができてしまう時があります。なので一度こちらの生地を軽く温めます。電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたら一度混ぜます。はい、OK です。で、この時ね、少しぬるくなってれば OK です。もしまだ冷たいと感じる時はもう少しだけ加熱してみてください。それでは続いてゼラチンを溶かします。まず器に粉ゼラチン、そしてお湯を加えます。で、こちらをですね、よく混ぜましょう。はい、今ね30秒ほどかき混ぜました。で、まだね少しつぶつぶが残っていますので、こちらを一度電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらね、もう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このように透明感が出てゼラチンのつぶつぶがなくなれば OK です。ではこちらの中にゼラチンを入れていきます。このゼラチンの入れ方なんですけれども、直接入れてしまうとゼラチンのつぶつぶが出てしまう場合があります。なのでこちらの生地を少しゼラチンとなじませてから戻し入れて混ぜます。じゃあこちらにだいたい大さじ3杯ぐらいですね、生地を入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしたらこちらの生地に戻し入れます。そしてよく混ぜます。はい、OK です。よく見ていただくと分かるんですけれども、まだ少しねお豆腐のつぶつぶ感が残ってる時があります。なので一度ねこちらの生地をこしたいと思います。では生地をこしていきます。はい、こし終わりました。一度ねこしていただくととても滑らかになります。こしたらもう一度軽く混ぜてください。レアチーズケーキの生地はこれで OK です。それではこちら冷蔵庫で冷やしておいた型の中に生地を流し入れます。はい、OK です。それではねこの上にラップをして冷蔵庫で6時間ほどしっかりと冷やし固めます。はい、冷やし固まりました。こんな感じで固まってます。それでは型から取り出したいと思います。で、取り出す時はねまず周りを軽く温めます。温めたね清潔な布巾を当ててください。そうしましたら肩よりも少しね背の高い容器を用意していただいて、でこの上に乗せて肩の外枠の部分だけ下に下げます。はい、こんな感じに美味しそうに仕上がってます。ではね底の部分にナイフを差し込んで、そして手で支えてお皿の上に置きます。そしてナイフを抜きます。スッと。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がりました。はい、これで低糖質のお豆腐レアチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。とても滑らかで美味しそうに仕上がってます。はい、断面はこんな感じです。プルップルでとても滑らかな仕上がりになってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごく滑らかです。そしてねお豆腐の香りも加わってまろやかな仕上がりになってます。食感がもうお豆腐みたいにすごく柔らかいです。もうパクパクいけちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の低糖質のお豆腐レアチーズケーキのポイントです。まず今回は低糖質ということで、お砂糖はラカント S を使って、さらにビスケット生地は糖質控えめのビスケットを使いました。こちらを普通のお砂糖を使っていただいても大丈夫ですし、あとビスケットもね通常のビスケットを使っていただいても OK です。そしてお豆腐なんですけれども、お豆腐は必ず絹ごし豆腐を使うようにしてください。そしてね生地を混ぜる時のポイントです。生地を混ぜる時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることでしっかり材料が馴染み合います。そしてゼラチンを加える時のポイントなんですけれども、ゼラチンはしっかり溶かしてからその後レアチーズの生地を少し加えて、それをなじませてから生地の中に戻し入れて混ぜるようにしてください。このゼラチンをそのまま入れてしまうとゼラチンのつぶつぶが出てきてしまう時があるので注意していただけたらと思います。でこちらの生地に関しましても、生地が冷たい状態でゼラチンと混ぜてしまうとこちらもですねつぶつぶができてしまう原因になってし
しまいますので、必ずゼラチンを混ぜる前に軽く電子レンジで温めるようにしてください。目安としてはね、冷たいと感じないぐらいですね。少しぬるくなるぐらいで大丈夫です。そして生地を混ぜ終わった後なんですけれども、こちらは一度必ずこすようにしてください。というのも泡立て器で混ぜた状態ですと、少しねまだお豆腐のつぶつぶだったりとか、あとはクリームチーズのつぶつぶが残ってる時があります。これをきちんとこしていただくことで、お豆腐のようなとても滑らかな仕上がりになります。あとはもう型に入れて冷やすだけなので、とても簡単に作れます。で、取り出す時のポイントはですね、温かい布巾で少し周りを温めてください。あとは肩よりも少し高めの容器の上に置いていただいて、周りの肩を下に下げると簡単に取り出すことができます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は低糖質のお豆腐レアチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。